昔々、ある国の王様を一人の男が訪ねに来ました。王様、私はこの世で一番素晴らしい服を作ることができます。愚か者には絶対に見えない布で作るんですよ。珍しい服を集めては自慢するのが大好きな王様のもとにやってきた。鳥の仕立てや、それは素晴らしい。それを着ていたら家来たちが愚か者かすぐにわかるぞ。王様は大喜びで早速注文しましたが、なんとお城に来たその男は仕立てやなどではなく、実は詐欺師だったのです。一体どんな布だろうか。大臣よ、様子を見てくるのだ。王様は正直者の大臣に命令しました。見てください。こうすると色が変わるのです。詐欺師は大臣の前で両手の人差し指で布をつまんでピラピラと振る真似をしましたが、もちろん何も見えません。正直者の大臣はとても悩みました。嘘をつかなければ大臣もやめさせられてしまうでしょう。大臣よ、どうだったか。
様に尋ねられた大臣は、仕立て屋から聞いた情報をそのまま報告しました。そうかそうか、それは楽しみじゃのう。何しろ正直者で有名な大臣です。嘘をつくはずがありません。王様はほっとしてニコニコ笑顔。正直者の大臣はそれを見て胸が苦しくなりました。今度は真面目な役人が身に引くことになりました。あと何日くらいでできそうですか。真面目な役人は吹きました。あとはこのマントを塗ってしまうだけです。王様にぴったりの模様でしょう。大臣が困っていると詐欺師は畳みかけるように吹きました。おや、まさか見えないなんてことはないのでしょう。真面目な役人は答えました。もちろんだ。とても立派なので驚いていただけだ。こうして真面目な役人まで王様に嘘の報告をしてしまいました。お城の中も王様の新しい服の話題で持ちきりです。きっと素敵な服ね。早く見てみたいわ。などと言いながら心の中ではもしも見えなかったらどうしようとハラハラ
していたのです。王様、これが出来上がった服です。お気に召しましたか？王様は何も見えないのでびっくり仰天。どうされましたか？王様、早く感想を聞かせてください。詐欺師が平然と聞くので、王様は仕方なく言いました。なんと見事な服だ。よくやった。それでどうやって着ればよいのだ？詐欺師は、ならば私がお手伝いいたしましょう。詐欺師は王様に伏せる真似をして吹きました。着心地はどうですか？王様は答えます。まるで裸のように軽やかだ。長虫のうとびとも見えていないのがバレてしまっては大変とばかりに一生懸命に褒めました。王様はすっかり有頂天になってしまいました。そうだ、この服を着てパレードをしよう。きっとみんな服の素晴らしさに驚くぞ。確かに町のうとびとは驚きました。何しろ王冠とパンツだけを身につけた王様がお腹をボヨンボヨンと揺らしながらパレードをしているのですから。なんで王様は
な格好をしているんだ。なんでもあれは愚か者には見られない特別な服なんだそうよ。どうだ、皆の者、わしの新しい服は素晴らしいだろう。王様に尋ねられて町の人たちも仕方なく口々に服のことを褒めたたえ始めました。とその時です。どうして王様は何も着ていないの。王様は裸だ。裸の王様だ。一人の子供が叫んだではありませんか。途端に町の人たちは見えているふりをしていたことがバカバカしくなってしまいました。王様が裸だと騒ぎ始め、くすくす笑い始める。人々を見て王様の顔は真っ赤っか。もうわしはお城に帰るぞ。しかし王様、家来までもが笑いをこらえながら王様に言いました。パレードは途中で止めることができません。こうして裸の王様はみんなに笑われながらパレードを続けましたとさ。おしまい。